昔の自分とは違うんだ。僕は天使に生まれ変わったんだってメッセージが降りてくるかな。デスとタワーが来てて、音敵ということでね、あなたとパチパチして、生まれ変わったっていうメッセージがすごく来るね。おそらくね、あなたの良いところを全部封じてしまうような人だったんじゃないかな。ちょっとね、推しが強い。あなたのことが好きなんだよ。あなたを自分のものにしたい。もう全てを自分の支配下に置きたい。愛してるのは愛してるんだけど、押し付けがましい。だから、押し芸、引き芸で言えば押し芸。だから引いて自分の間合い、奥行き、さらに奥の間に、あなたを招待してね、そこでリラックスしてくださいっていうタイプではないんじゃないかな。あなたとの決裂、対決、ね、その経験を得て、大きい経験だったっていうのは出てる。13と16、ですとね、タワーと。ですはこれリバースとも書いてあるよね。ちょっと優しいカードになってるけど。まさにだけど、生まれ変わったんだ、彼は。だけども、一番未来のね、未来に近い位置にあるこのカードがエンペラーってなってんだけど、やっぱりね、なんか変わんないかもしれないね、やっぱりね。自分では変わって天使になったと思ってるけど、戻るとまた同じことかもしれないね。で、トップにね、セブンだよね。セブンのソーズが来てんだけど、やっぱりね、小ずるいことをしてしまうっていうことを暗示してる。それがやっぱトップに来てるんだよね。誘惑に負けるんだろうね。今度はこそこそやるかもしれない。前回はもう大胆不敵だったかもしれないけど、今度はこそこそやってしまう。そういう誘惑がこの方に降りかかるというメッセージが降りるね。ただね、この生まれ変わったんだっていうメッセージに関して嘘はないんだと思うよ。本当にこの方にとって大きな経験、大転機で、リバースすることはリバースしたんだと思う。生まれ変わったんだと思う。自分のことをね、天使だと思ってるよ。僕は天使になったんだって。ね、おいでおいでって言ってるよ。もう大丈夫だよって。前の僕じゃないよって。以前の僕ではないよって。君を幸せにするよ。君のことは理解してるよって。ちょっとのぼせ気味かもしれないよね。だからこの方はあなたの元に戻ると、仮にあなたとのそのよりが戻ると、この方はまた同じ失敗を繰り返してしまうと。ちょっと姑息な形で行って、また失敗してしまうでしょう。明るみになるというメッセージが来るので。で、その時に、この方の正体が暴かれると、このご自身も気づくんだよね。自分何にも変わってなかったんだなって。生まれ変わったと思ってた。自分は天使のようにね、神聖な領域に達したと思ってた。だけれども、それが暴かれた時にこの方カルマ回収するんじゃないかな。
それが。だからもう一回この大きな失敗、大きな頓挫ね、生まれ変わりと言えるぐらいの経験をもう一回しないといかんかもしれんよね。ただあなたはもうこりごりでしょう。この方にとっての、魂の成長の、ステップストーンというのかな。その役回りはもうちょっとこりごりかもしれない。で、逆にこの方がもうあなたと戻らなかった場合、よりが、あなたが拒否する形になるよね。すごく熱烈アプローチしてるっていうのは、出てるから、その場合はね、この方ずっと天使気分で今世を終えるんじゃないかな。ふわふわした気持ちで。だからふわふわした気持ちでいるうちは、この誘惑、悪徳へのいざないをはっきりと認識することはできない。ちょっとした有頂天の気分でずっと過ごす。だけれどもこれだとこの方のそのカルマが、燃焼できないんだよね。上ずったまま根性の地を終えてしまう。そうなるとこの方はね、来世ガキ道に落ちてってしまうかもしれないね。地獄とまではね言えないと思うけど、ガキ道の熱い炎の中でね、カルマを燃焼することになるんじゃないかな。自然な流れっていうのを感じるね、一番。巡るだね。この方のやっぱり成り行きっていうものが、大きなね、工事の視点で見ると、もう本当に成り行きを見守ってるっていうメッセージが強いね。で、この方が感じてるその神聖な意識っていうのは、嘘ではないんだよね。やっぱりね、この受老人がさ、頭が伸びちゃってるけども、このデスとこのタワーから、この経験からやっぱりよく学んでるよっていう、この方自身やっぱりすごく反省して、やっぱりよく考えて、その次のステージに上がったんだよって。その努力は見えるんだよね。だけどその次のステージ上がってからこの方がどうなるかっていうのは、やっぱり本当決定的なものじゃなくて、工事の視点が、さてこの方どのように振る舞うんだろうみたいな、ちょっと淡い感じがするよね。で、トップにはやっぱりこの方の心の弱さ、卑屈さとかね、ずるしてでもその競争に勝たなきゃいけない、その自分が負け組になってはいけないね、ルール違反をしてもいい勝ち組に上がることが重要なんだというような、若いうちのある一時だったらギラギラしてね、競り合わなきゃいかん一季節があるかもしれないけど、人生をね、長いスパンで見てさ、やっぱ最後の最後までそんな意識でいては間違いなく寂しいわけだよね。それで人生の終盤迎えてもさ、何の解決にもならないし、すっからかんの人間になっちゃうよね、本当に。結構、あなたの恩敵はやっぱりあなたとのその接触を通じて大きなことを学んでることは間違いないんじゃないか。で、この方が感じてるその天使性、神聖さっていうのは、まんざらでもないっていうのは出てる。
ただまだ保留だろうね。とても不安定だ。これからもまだ巡るよと。あなたとの関係性がもう一回戻った場合は、おそらくもう一回同じところへ到達するんじゃないかな。最初はね、いいかもしれない。この方も頑張るかもしれないけど、また同じ間違いを、しかも巧妙に、あなたに分からないように、あなたにバレたら怒られるっていう気持ちがあるだろうから、隠蔽してやるっていうのが出てるからね。この形でのその罪がね、バレた時はもう完全に終わっちゃうだろうね、もうね。だからその段階まで行って、なおかつこの方が改心できれば、この方がね持ってるカルマっていうのは根性の地で解消される。だけれども、あなたとのそのよりが戻らなければ、この方はこのままふわふわした感じで、自分は天使だと、生まれ変わったんだっていう気持ちで、生きていかれるんじゃないかな。だからあなたの存在っていうのはさ、この方にとってやっぱり意味があったんだと思うよ。あなたにとってどうだったかってこのスプレッドであまり出てないけど、ただとにかくこの方にこの方の押し付けがましい愛にこう息苦しかったんじゃないそれが出てるよね。あなたの良さがこの方の前で全く引き出せないっていうのが見えるから、祝陽でいうね、暗海の関係性かもしれないね。おおむねあなたがこう破壊されていく。この方にとっては居心地がいい。だからそのズケズケ来る。でしかも視点がその一元的な、その自分の視点しか持ってないから、あなたの立場に立ってのその景色が見えないんだよね。だから自分が心地いいから、あなたも心地いいはずだと思ってるんだ。だからそれでズケ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 入ってくるけど、あなたは苦しくなっちゃうんだろうね。あなたにはあなたの本当大切に育んでいる世界観があるんだけど、それを全く理解しようとしない。そもそも理解する前に、そもそもあなたがあなたの世界観を持ってるっていうことに気づけてない。自分が持ってる世界観をあなたも持ってるんだと自動的に錯覚してる人。そうだね。だからあなたが許さなければ、この方は自称天使として根性の地を終えるでしょう。とても余裕を感じる。で、これはあなたもそうなんだよね。お仕事や金銭絡みとかね、なんか社会活動とかでなんか関係性を持ってる方かもしれない。
お二方もともなんか結構余裕を感じるかなと。この方の存在があなたの肉体に肉体的カルマとしてね、受肉されてるんじゃないかな。まあ恩敵であって、まあ、決裂してる。だけれどもなんかとてもね余裕を感じる。嫌かもしれないけれども来世でも強く惹かれ合う中、この方はね、あなたに自分のハートの一番大切でピュアな部分を奪われたこと、まあ腹立たしさを超えてもはや愛おしさすら感じてるよってメッセージがおります。だけどそれはこの方自身がね人として未熟だから、この方のピュアなね愛の部分、その波長が形として十分あなたに伝わっていたのかとは考えない人かもしれないね。そこら辺は結構大味な方かもしれない。結構ねあなたのことを定価だと思ってるね。しょうがないなぁと、あいつは NG ヴァンパイアだと、定価だからなぁと、そういうレベルでの余裕かもしれないよね。だから内心やっぱり大変な損失をしたと怒ってる。だけれどもその怒ってる自分を認識したくない。そんなことで腹を立てる俺じゃないんだって。それで何かこう余裕を感じさせるのかもしれないね。まあ恩敵だけにねあなたとはもう本当に決裂してると思うんだけれども、この方はねあなたの最も良質な部分、あなたの本当の気持ちを知ってるよってね高をくくってるよ。あなたはそっぽ向いちゃってるけどねクイーン、まあ、クイーンとキング、まあ、ほぼ同等の力を持ってると思うんだけど、だけどこの方はあなた自身も知らない、あなた自身の本当に良質な部分を俺は知ってるんだって、そういうメッセージが降りてくるな。だからそれこそ自分が感じてるような愛おしさをあなたも感じてると読んでるんじゃない。それこそこのシックス・オブ・カップスの、とっても優しい気持ち、ゴールデンリトリーバーかわいいね。なんか本当にそうリトリーバーをねこう愛すようなめでるようなね、そういう本当に優しい気持ち、俺はお前のそういう気持ち知ってるんだよっていうようなね、そういう態度がなおのことを勘に触るんじゃない。でペンタクルのね3がこの一番根底に来てるんだけど、今も何か関係があるかもしれないね。関係を持たなきゃいけない。お仕事柄かもしれないしね。なんかコツコツとビジネスライクにこう接触はしなきゃいけない間柄かもしれない。それもこの方が持ってる余裕につながってるのかもしれない。あなたがそっぽ向いてしまってるけど。で、まあ未来のところにはね、2オブカップスが来てんだよね。だから力が堂々と出てるから、ひょっとすればまたなんか、互いが互いなんか次の次元に上がって新たな恋が始まっちゃうのかなっていう、なんかそんな予感を期待させるね、スプレッドでもあるんだけれども、まあそういう形、そういう成就に向かわなければ、この方は自分が抱いているロマンスにやがて
生殺しされてしまうような人かもしれないね。本当にあなたがテイカーでこの方のね勢力を奪い取ってるのかもしれない。この方があなたの日韓的なね霊的なこの方がねあなたにその受肉させたカルマ、この方はある意味エネジーをあなたにね投入してるんだよね。でそれを良きこととして、一つ神聖なビジョンとして見てるんだよ。だからそういう形であなたにエネジーを吸い取られ続けるのかもしれない。こんなことはあなたは意識してないかもしれないけど、勝手にこの方がそう投じたことだろうけれども、だからあんまりのうのうと構えてるとね、この方余生はね、酒に溺れたりね、ギャンブルとかね、なんかに依存する傾向が出てくるかもしれないね。最終的にはもうロマンスが枯渇してしまってね、そういうファンタジーとは無縁の殺伐とした労働者としてのね余生が待ってるよってメッセージが来る。今はまだあなたに期待してるんだよね。もしくは自分が持ってる愛の力にのぼせてられる。やがてそれが枯渇しちゃうと、この方のもう素朴な部分のみがね発現してくる。なんていうかな、シーズンオフのビアガーデンのような世界かな。なんとなくこうね、ファンタジーの余韻はあるんだけど、殺伐としてしまってるようなね、なんかそんな世界観に落ちていく方なのかな。この方があなたとの関係性のキーとしてね見てるラッキーエンジェルがいるんだよ。とってもピュアな。この方はそう思ってんじゃないかな。だけどあなたはそうは思えない。ここにエンペラーも来てんだけどね、すごく何か、余裕を感じる方だよね。スターに邪気心、魔導さんが引っかかっちゃったんだけども、ある意味この方が見てるその天使が、神聖な存在がね、この方にとってのカルマの回収人、になるのかな。とっても死神が来るんじゃなくてね、美しい天使がこの方のカルマを回収しに来るよって。ひょっとすればこの方との関係性がね今もあって、何かしらのメリットがある。金銭面だったりね、ペンタクルだけに、金銭面、物質的な価値なんだけれども、それでこの方との関係性をつないでいくと、また新たな芽生えが、恋のね新たな芽生えがあるんだけれども、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないね、やっぱり。あなたのねその母性、これ右手なんだけども、手の紙ね、女性性の力、この土神様もそうだね。大地の、大地で堅実に育まれるその価値だから、あなた自身のパワーもすごく強いんじゃないかな。だから
この方がいなくても多分あなた自身で生きていかれるぐらいのパワーを持ってる人なんだよ、本来。だから思い切って縁切りしようと思えばもう縁切りできるんだけど、何かしらのこうつながりがあってつながってるとまた本当に芽生えちゃうよっていうのは出てるよ。でその先はあまり良くないカードが出てる。あまりとかかなりだね。かなり良くないカードが出てるから。でこの変化神様は結構くせ者で、まあ良き行いをする者に対しては良きことを、悪き行いをねする人には、悪い行いをする人には悪いことをと、与える人なんだよね。与える神様だから。薬の神様でもあるからね、なんかお気を据えるような、なんかそういうちょっと意地悪さみたいなものを持ってる方だよね。神様だよね。あなたに対して見せるね、改心の念っていうのはとても愛らしいものかもしれないけれども、やっぱりね、本質的にとても強い方で、ね、傍らに狼を携えてる。だからやっぱここは変わんないんじゃないかな。揺るがない人だと思うよ。で、まあ、キングとクイーンだからさ、まあ、本来こう仲睦まじいとも言えるんだけれども、その職業柄とかさ、もしくは互いの方針画とかでこうぶつかっちゃうとあんまり良くない2人かもしれないよね。こう一つ屋根の下に2つの司令塔はいらないというメッセージが降りてくるんだよね。だからなんかやっぱそこら辺が引っかかってるのかなっていう気はする。だからまああなたのことをさ、エネジーヴァンパイアだとかテイカーだとか少しこう下に見ていられるうちは、この方は意気揚々としてられるんじゃないかな。その面の皮の厚さがね、逆にその崩れた時、剥がれた時の状況の悪化っていうのは結構大きいよというメッセージが来ます。まあ腹の底ではあなたに多くの時間とお金をつぎ込んだことに腹を立ててる人かもしれない。その自分のそういう腹黒さを自分で認識しないように深いところに押し込めてる方。それで自分が見たい美しい絵を見てね、自分は素晴らしい人間だと。ね。自分に落ち度はない人間、落ち度はないんだというね、そういうふうに思ってる人かもしれない。まあ結構魅力のある方だし、あなたにも力があるから、ひょっとすればまた戻ってしまう。その、つながり、今後のつながりもこう示唆されてるから、そこはちょっと気をつけた方がいいかもしれないね。だからこの方のさ、仮面の裏側をあなたは知ってるから、もうこの方にはこりごりだっていう気持ちがあればね、まあ戻ることはないかもしれない。ただ、またこの方の面の皮の厚さ、かぶってる仮面のその質を忘れてしまうとね、性質を忘れてしまうと、またここにね、戻る可能性があるから。そうすると、ちょっとね、気をつけた方がいいよって。ね。意地悪な変化神様が、ちょっとね、お気を据えるかもしれないよ。いいですね。
あなたとやり直すことでカルマを回収したいかな。でーんって真ん中にあなたとおぼしきクイーン・オブ・ペンタクルスが来てるけれども、この方結構あなたとのね関係性を通じて挑戦的なね愛の力に気づいてるよって、それが見えるかな。決定的な終わりっていう、デスとタワーがある。でさらにはこれ体内魔の号だけれどもハンギングマンで、もうまな板の上のタイじゃないけどね、あれまな板の上の恋だったっけタイだったっけ、どっちでもいいや。もうなんかもう自分を捧げるっていうメッセージも結構強くくるんだよね。だからもう昔の自分じゃないんだよって、今はしっかりと見るべきものを見ているよってメッセージが来る。かつて見ていた景色とは違う景色を今見てるんだって、世界は変わったみたいだよって、いや僕が変わったんだって、とてもね粛々とした謙虚な気持ちでいるっていうメッセージが来る。あなたとなんかバチバチやり合った中で気づいたこととても多かったんじゃないかな。あなたと接触したことでこの方は霊的成長を遂げた。でさらにちょっとずうずうしいかもしれないけれども、あなたとやり直すこと、あなたと気づく幸せの成就にカルマの回収、生産の望みを託している方、やり直したいんだよね。本当に反省しててちょっと変わった自分を見てほしいと、あなたに査定してほしいというメッセージがすごく来る。だけどあなた結構怒ってるね。これはね、そんなわけないでしょと。私をカルマの生産機なんかに使わないでと。ね、あなたのキャッシュマシンじゃないのと。ちょっと紐っぽかった方かもしれないね。あなたがペンタクルをね、がっちりこう持ってて、女王としてこう鎮座してるところを見ると。だけどこのねお相手さんはね、なんかちょっとライトワーカーとして覚醒したか、したと思い込んでるか、結構なんかそんな状態あるんじゃないかな。まだ不安定だと思うよ。彼のね肉由来の気質がまたね悪事へと走らせて、あなたを再度悲しませることになるかもしれない。だけどあなたと共闘したいってねメッセージが結構強く降りてくる。でこの今の意識っていうのをこの方はねしばらくの間死守するって出てるよ。あなたに対する思いっていうのかな。ちょっとね時間が経つとこの5カップに変わってまたちょっと心変わりを示唆するカードが来てるから、ただちょっとのおおむねだね、こう未来を表すとこだから、このなんか今到達した意識っていうのを大切にしたいっていうメッセージは来る。あなたを通してなんか成長したいんだろうね。もうね今までのなんか自分は本当にダメだったと、それを痛感させられて、もう変わんなきゃっていう気持ちでいっぱいなんだろうね。でもう一回チャンスを与えてほしいっていう、なんかそういう申し出なのかな。あなた次第ってとこでもふいってなんか横向いちゃってるけど
この方が願って絞り出したね、美しい想念、この方にとってのその、救いの手だよね。天から降りてくる。この苦境を突破するそのね、唯一の方法としてあなたを見てるって出てるよ。もうさらにエースのカップでもふわーっとなんかね、俺はライトワーカーなんだふわーっていう感じでも気づかしてくれてありがとうってね。ペンタクルだから物質的価値だからね、あなたは意外にクールに見てるかもしれない。地に足がついて。だ結構彼の方が霊的に発情してる状態になってるのかな。この方の決裂、この方との決裂がやっぱり、ひょっとすればお金だったかもしれないね。やっぱりこう物質的な問題っていうのが出てるよ。で、あなたがやっぱりすごく意識してるのは、この地球的なグラウディング、こう地に足がつくことに対してあなたすごく問題視してるっていうメッセージが来ます。で、この宇賀神様だけど、やっぱりね、この方今はすごくライトワーカー的なね、こう美しい想念に駆られてるけれども、やはりファイブオブカップス、またちょっとこう移り気なね、心変わりを起こす可能性があるよと。この点に関してはもうあなたも見切ってるかもしれない。見切っているからこそこうツンとしてるのかもしれないね。もう騙されないわと。もういい加減にしてと。もうやっぱりそうだ、聞こえてくるもん。私あなたのキャッシュマシンじゃないって。いい加減にしてって。ATM じゃないわよって。やっぱちょっと宇賀神様もそう気をつけなさいっていうのはあるね。この2オブカップス、恋心に、月神様がかかってます。この方が今抱いている想念っていうのは、しっかりと結実はしている。気持ちとして日韓的なものへと落とし込めてはいる。不安定かもしれないけど。居心地がいいんだろうな。だけどな、あなたのそばにいるのが居心地がいいんだよ。それが本音かもしれない。だけどかっこつけてね、自分はあなたと共闘したいんだとかさ、ね、新たな次元で、ね、もう一回こうやり直したいんだっていう、そういう意識に今ね、こう勇ましい意識に駆られてる。どうだろうね、あなたに振られるとね、この方はね、あなた、あるいはあなたの代替存在を探し続ける。そんなメッセージが来るね。心変わりをしながらも、移り気ではありながらも、ここで得た気づきっていうものは、この方の体にね、やっぱずっと刻まれてはいるよと。だからボディ、肉体を失っても有限界のね、罵声のオンボロバーであなたの幻を探し続けるよと。有限界でこの方とさ再会したら
ちょっと優しくしてあげてもいいんじゃない？そこでもうつっけんどうな態度する。ちょっともうこっち来ないでと。どこまで私のことつけてくるのと。だけどなんかこのクイーンのペンタクルス見てるとね、結構怒ってるっていうメッセージが来ますね。なんかね、この方のカルマが、なんかこの、あなたが握ってるペンタクルが、この方のカルマに見えてきたよ。ここにカルマがあるから、この方、あなたの元に、こう、戻ってきちゃうんじゃないかな。もしくはあなたのような人に。この方のカルマの回収にはあなたかもしれないね。どうでしょうか。